とても学びです。Turn your English caption please. まずは育成解説家的な方お詫びです。あれからイベントてんこ盛りで、ジェミニハイとレジェンドレースがもちろん、ヒシアムゾン実装もされたので、急遽パート3を作成したわけです。育成パートの下準備でレース英訳を試みたのがパート2。本当のキャラ育成では何レースも出走するので、レースの英訳はスキップする予定にあります。YouTube は音楽の著作権にちとうるさいせいもありますが、パート2と3の音楽とパート2の英訳が飛んでいきました。パート2は修復完了しましたが、英訳が見えます。パート3に熟語やことわざが含まれているため、英訳は先延ばしになるそうです。パート1に中国語字幕で視聴したものがほぼ買い物を終え、訳するのがしんどくて当分の間はしない予定のことになります。さて、本パートが約束した通り、セイウンスカイのストーリー3と4話を見ることになります。YouTube は音楽を部分ミュートしなければ英訳もおいおい追加します。どうぞごゆっくり。失礼します。ヤッホートレーナーさん、元気にしてますか？そっかそっか、それは何より元気が一番だよね。人間も馬娘も。珍しいね。トレーナーさん自らサボり宣言ですか？いいじゃんいいじゃん。何しよっか。日向ぼっこ、猫探し、それとも釣りとか？トレーナーさん、なかなか釣れないね。ってまあ私も坊主だけどそう見えちゃう？ではそんなあなたに一つアドバイス。魚より釣りそのものを愛せ。釣果を得ることが重要じゃないのです。大事なのはいかにして釣るかってこと。闇雲に竿を振ってもダメだし、力ずくで引っ張り上げてもうまくいかない。だから思考を止めずにいろいろ試すんだ。狙いを定めて情報を集めて、あらゆる準備をして実際に試して、その時々に合わせてやり方を変えるわけ。そうやって備えに備えた仕掛けがうまくはまった時の感覚は格別だよ。どこが？おっと、いやいや、何をおっしゃるやら。これまでで十分ご存知かと思うけど、私そんな大した馬娘じゃないですよ。 G1 馬娘の子供とかでも全然ないし、学園内での評価もそれほど高くないし、勝利願望なんか持てるわけないですよ。だから過度な期待はせず、悠々自適にのんびり過ごして、日がない一日釣り三昧、それがせいちゃんらしい人生ってわけです。おっとっと、あれれ、おかしいな。あなた本当に私のトレーナーさんです？新人で流されやすそうで、私が適当なことしても言ってもまあまあ受け止めてくれそうだったもしかしていつの間にか沼から出てきた全く同じ姿の人とかになり変わられてます？怖ーですよね。じゃあどうしてトレーナーさんさあ、ずるい人だなってたまに言われません？さ、分かっちゃいるんだよ。そういう瞬間ってやってくるじゃん。ああ、無邪気に夢とか語れるほど才能ないなとか、いやいやもう生まれ持った体からして違うじゃないですかとか。
でもだからって竿を手放すのはつまらないじゃん。だから調べて考えて考え抜いて準備して用意して策を講じて、とにかくあらゆる仕掛けを施して、そしたら釣り上げられたんだよ。誰も予想してなかった、期待さえしてなかった大物をさ。あれはさ、面白かったよ。最高の気分だった。周りみんなの口がポカンって開いててさ、なんであいつが一体どうやって釣れるわけないはずなのに、なんて。なんでだろうね。ぶっちゃけぐうたらなのも楽したいのも本当だから、熱血、根性、努力ってのはお断りなんだけど、それでもさ、なんでだろうね。あの時の感覚が焼き付いて離れないんだ。まあこれは当然もちろん釣りの話なんだけどさ。トレーナーさんおーっと、せいちゃんの気まぐれモードが発動ですよ。というわけでトレーナーさん、トレーニングコースでも行きません？ちょっと走りたくなっちゃったからさ。別にトレーナーさんの指導を受けてあげてもいいかなって思ったとかじゃ全然ないんだからね。なんてツンデレっぽい感じで言ってみたけど、どう可愛かった？トレーナーさんはとりあえず私の冗談を真に受けないトレーニングをしてください。ほんと頼むよ。そういうテンポ合わせていきたいじゃん。一緒に大物釣っていくんだからさ。うひゃー、とうとうトゥインクルシリーズテンション上がってきたな。バリバリトレーニングしちゃうぞ。わっはっは、トレーナーさん、さては私の扱いに慣れてきちゃいましたね。まあでもそうですね、いい釣りのためにもしっかり仕掛けを考えるとしましょう。というわけでまずは散歩。じーっと頭抱えてになってもいいアイデアが出るとは限らないでしょ。それより青空の下でお日様でも浴びよう。思わぬお役立ち情報が聞こえてくるなんてこともたまにあるしね。キングちゃん、見て見て、私の次のレースの出走表なんだけど、他の子たちの当日の総合が載ってるの。これまさか最新技術を使った未来予知？やっぱり都会は進んでるね。いや違うから、それその子たちが出たレースの情報を元にした予測だから。そうなの？知らなかった。出走表か、あったね、そういうのも。私はまあここまでのレース結果からいくと逃げって書かれるかな。お、トレーナーさん、企み顔だね。もしかして何か思いついちゃった感じ？毎日模擬レースをする？しかもデビュー戦の相手と？しかも逃げじゃなく差しで？いやちょっと、この私がトレーニングに遅刻せず来るくらい無謀な挑戦じゃないですか。今なんと、ひどい横暴だ。こんな気分じゃレースなんてできないよ。走り切る前にやる気がなくなっちゃう。何か考えがあるんだね。もうしょうがない。わかった。
やりますよ。その代わりちゃんと釣らせてよね、トレーナーさん。意外ね、スカイさん。差しで行くことにしたの？いやー、これもいいかなって思い始めて。やっぱかっこいいじゃん、終盤に後ろからズバーッと抜き去るの。それはまあ、でも全然抜けてなかったわよね、スタミナ切れで。そうなんですよね、そこが課題。私自慢できるようなスタミナは一切持ち合わせてないのでね。新気鋭の馬娘たちが集うデビュー戦。一番に抜け出したのはセインスカイです。恐るべきスピードで逃げている。2番手以下を大きく突き放します。セインスカイが逃げてる。差しで来るんじゃなかったのか。まさか大舞台に緊張して飛び出した。判断ミスによる暴走。新人馬娘らしいわ。今回はスカイ以外のこの動きに注目すべきね。走っている子たちもそう判断したみたい。そもそもスカイはただでさえスタミナ不足が弱点のはず。最後まで持つはずがないわ。思うじゃん。最初の暴走をやりきるだけの体力はこっそりふっそりつけてきたんだよね。あとはいつの間にか私の普段通りの逃げペースになっているんですよ。これが第3コーナーを回りました。セインスカイ未だ逃げ続けています。いいどよめきが聞こえるね。生まれ持った体が全て、才能が全て、血統が全て。いやいや、そんなのつまんないよ。そうじゃないからレースは面白いんだ。ハマったね。はあ、セインスカイ直線でも全く落ちない。まさかの逃げ切り。これは大波乱。5馬身差で今ゴールイン。いやー、トレーナーさん聞きました？ざわめきっていうかどよめき、歓声っていうか悲鳴、いい気分だったね。やっぱりレースはこうでなきゃ。トレーナーさんなかなか分かってんじゃん。さーて次の仕掛けはどうしよっか。このまましれっと勝っていっちゃうってのもトレーナーさんとなら夢じゃ。そうはさせないわよ。おお、キングにスペちゃん。来てたんだ。バッチリ見てたよ。1着おめでとう、せいちゃん。やっぱりせいちゃんはすごいね。でも私負けないから。そうよ、次は一流の私が相手なんだから。キングに挑み、そして惨敗する権利をあなたにあげるわ。こりゃなかなか骨が折れそうですね。まあでも大物であればあるほど釣りがいがあるだよね、トレーナーさん。